Hello everybody, my name is Zichi. いやー、皆さん、ここのとこね、僕もね、だいぶ訛りがひどくなったんですよね。なんかコメントではね、まっちゃんの訛り、ね、ひどいなんてあんまり書かれないんですけれども、ね、まあ、字でいきますとこんな感じなんですよ。いや、それでね、皆さん今日はちょっと面白い話をね、用意してきました。はい。それでね、これね、あえてお馬さんの名前を最初には出しません。でね、これちょっと前置きがね、長くなるんですよ。でね、どういうことかっていうと、まっちゃんの45年ぐらい前の話なんですね。で、当時、まあ、僕もまだ20代でしたから、20代の後半って言いますかね、若かったですから、まあ、生殖についてました。その生殖っていうと、皆さんね、信じられないかもしれませんけれども、一般公安職なんでしょうね。東京消防庁、幡ヶ谷の消防学校に行ってたんですよ。でね、いろんな事情でまっちゃん辞めたんですね。体悪くしたとかじゃなくて、ただ単に根性がなかったんですね。辛い訓練についていけなくてもうね、それでもって根性をなくして辞めたんです。で、あの当時まっちゃんはね、土浦に住んでましたから、茨城県のね。で、じゃあ、ちゃんとした仕事が見っかるまでアルバイトしようということで行ったのが、土浦の駅前に丸いってデパートあったんですよ。皆さん知ってんでしょ？丸い、クレジットの丸い。ね。で、結構僕ね、4、5年ぐらいもうね、気に入っちゃってその仕事がね、いたんですけれども、こちら福島県に戻るまではずっとその仕事やってたんですね。で、その仕事っていうと、その丸いの電気売り場、ね、そこに行ったんですよ。そうしましたら、そういう知識なんかあんまりありませんから、アルバイトで。もうね、最初から、その、電気の、まあ、お客さんが買ってくれた家電製品、オーディオ製品とか、それを自宅に届けてセッティングとか、ありますよね。そういうアフターサービスの助手をやらされたんです。ね。それでね、あれはね、暑い夏場でしたけれども、当時としてはね、やっぱり高嶺の花っていうわけじゃないんですけど、あまり普及してなかった、エアコン。走りにね、エアコンがバンバン売れた走りになった年でもあったんだよね。僕の記憶ですとね。霧ヶ峰とかいろいろありましたよね。それが飛ぶように売れたんです。まあ、ゲップですから。現金じゃなくてね。それで毎日のように、もうエアコンの取り付け工事、1日4件とか5件とかね、正社員と一緒に行ってたんですね。それでね、当時、土浦の近くにね、美穂ってとこあったんですよ。網間違って美穂。で、その美穂にトレーニングセンター、競馬のね、トレーニングセンターができたんです。美穂トレって聞いたことあるでしょ？ね。でね、結構やっぱりいい生活してんでしょ？トレーニングセンターの関係者って言いますとね、まあ、厩務員とかいろいろ若手のジョッキーとか結構ね。でね、なんていうのかな、当時、そういうような関係者が住む宿舎、アパートみたいな、それが5、6棟ぐらい建ってたんですよね。2階建てのね、横に長いね。で、そこに住んでるような関係者が丸いに、その、電気売り場にエアコンを求めて買いに来たのも事実なんです。ですからね、ほとんど毎日その美穂トレーニングセンターに取り付け行ってたんですね。それでね、まず僕はこういうことに気がついたんです。まあ、エアコンの取り付けですから、コンプレッサーは外でも、本体は家の中に取り付けますよね。ということは、必然的に部屋の中に入るわけです。部屋の中入んないとできないからね。どうぞ、丸井さんどうぞ入ってくださいって感じで思ってね。ほんでね、入りますとね、結構いい家具とかね、インテリアとか飾ってあるんですよ。結構いい生活皆さんしてますから。ね。ほんでね、あれと思ったのは、どのうちにもね、一枚のポスターが貼ってあるんですよ。それも、お馬さんのポスターなのね。ね。んで、最初は、ここの、まあ、旦那さんも奥さんもこの馬好きなんだな、ぐらいしか思わなかったんですけれども、それがね、2軒目、3軒目、4軒目、5軒目とかね、毎日それの繰り返しやるでしょ。ほとんどのうちで、同じ馬のポスター貼ってあるんですよ。で、俺もさすがにもうね、不思議に思いましてね、あるところのそのね、家の奥さんに聞いたんですね。奥さん、この馬、10ポイントですよねって聞いたら、そう、よくわかるわね。競馬好きなのって言うから、いや、好きなんてもんじゃないんですよって。いろいろ会話を交わしたんですね。で、奥さん曰く、いや、うちの主人がね、この10ポイント大好きでね、
だからもう主人だけじゃなく、その関係者、取り巻く関係者はほとんどやっぱりね、この10ポイントが好きなんだ。なんでかっていうと、究極のサラブレッドだっていうことでみんなね、好きになったみたいだよと。で、結局は3つポイントがあって、ね、綺麗だと。大間さん綺麗でしょね、人間で言えばもう最高のイケメン。綺麗だし、それから悲運の名馬。とにかく運にこう突き放されたようなね、そういう悲運の名馬であり、で、努力の結果、切磋琢磨して、馬本人もそれからね、関係者もね、もう努力に努力を重ねて、最後はもう大成するでしょ。まあ、晩期大成っていうか、そんな感じでもありましたけれどもね。はい。この、そういう3つのポイントがある馬だからね、もうなおさら好きなんだよね、と。そういう話してたんですよね。で、この話はもう10ポイントがなくなった後の話ですからね。10ポイントが、不運にもなくなりましたよね。はい。それでね、これよく考えてみますと、まずね、奥さんとか我々も感じてるような、悲運の名馬って、皆さん分かる人は分かると思いますけれども、有名な話ですけれども、10ポイントのおばあちゃん、母方のおばあちゃん、ね。まあ、母親は若雲ですよね。そのばあちゃんは雲若。でね、この雲若ばあちゃんもかわいそうなんですよね。これもほんと昔の話になりますけれども、もう大体もう70年近く前の話になるのかな。ある病気が蔓延したらしいんですよ。サラブレッドの間でね。でね、その名前がね、もう昔の話ですからよく覚えてないんですけど、お馬さんの感染症、貧血なんとかっていう病気が流行ったらしいんですね。で、これはもう獣医の方も認めて、ね、今競馬界にこういうようなとんでもないようなね、致命傷となるような、もう牝馬にとってね、病気が蔓延してるから、もう感染してる馬はもう処分しないとダメだと。後々までこう影響を被ると。ね。それでもってほとんどの馬が殺処分になったらしいんです。それで、この10ポイントのばあちゃんの雲若もその中の一頭ということで、ね、もう何が何でもね、殺処分しなくちゃダメだっていうようなお触れが届いたらしいんですよ。競馬、関係者の方からね。それでね、この雲若を、担当してる救務員とか調教師とかいますよね、関係者。ね、うちの馬、雲若はそんな症状が見られないし、絶対にそんなことないからと。殺処分だけは勘弁してくれと。ね。それでもダメだっていうことで、もう、なんていうか、その関係者は、そのおばあちゃん雲若をこう隔離して、それでもってね、その時に、なんか、コントライト、10ポイントのお父ちゃんね、なんていうんですか、交配して、渋滞して、生まれた馬が10ポイントなんだって。ね。それでもって、そういう事実を、ね、関係者は、ね、みんなが言ってるそのなんとか貧血症っていう病気は受胎もできないね。それから出産なんかもできないような病気なのに、現にこうやって無事出産した例があるんだと。だから言ったろうと。お前ら誤診だと。なんてことなかったんだと。そうやって文句言った時にはもう雲若のおばあちゃんはもう殺処分になってたんだってね。ほんで、おふくろさんだけは取り留めたんだけどもね、命の方もね。そういうね、背景に、10ポイントの場合は話があるんですよ。かわいそうでしょ。ですから、本来ならば、まかり間違うと、10ポイントはもう殺処分のお母ちゃんが殺処分になってれば、若雲がね、このように、10ポイントはもうね、存在しないんですよ。ね。で、そういうような、難を乗り越えて、で、3歳でデビューしますよ。ね、関西でね。でね、3歳児4000連勝ぐらいでもって、それも、見たかこれが新しい新怪物、10ポイントだなんてね、載ってたんだよね、新聞にね。だから僕は興味を持ったんだけど。だけど、いかんせん、その、4歳になってからは、まさか東証ボーイって存在をね、10ポイント陣営では、名前ぐらいは聞いてても実際ね、走ったことないから。でも実際4歳になってクラシックとかこう一緒に走って、10ポイントは東証ボーイにも勝てないし、それから、三冠も一つも勝てなかったんだよね。本当は、ってかわいそうだよね。だけども、
皆さん聞いてください。この10ポイントが開花するのはその翌年の5歳なんですよね。5歳に、もうとにかく、もう重賞全部勝ったんですよ。年間。ただ、テーマオペラ王みたいに、あの当時ジャパンカップとかそういうのはなかったからね。だから、10ポイントが年間重賞全部勝ったうち、重賞6連勝ぐらいしたのかな。そのうちの2つ、春の天皇賞、それから秋の天皇賞は含まれて、で、いよいよ有馬記念で、ね、もうなんていうの、宿命のライバルの東証ボーイと最後の対決ですよね。東証ボーイはもう引退決めてたから。ね。それでもってやるんですけれども、これね、今でもいろんなね、競馬の雑誌に載ってますけれども、マッチレース、最後の直線4コーナーのね、最後の直線で、東証ボーイとそれから10ポイントの抜きつ抜かれつのマッチレース。これ競馬史上最高だって今でも言われてるんですよね。僕も見てました。もう、東証ボーイが頭で一つ出れば10ポイントが抜き返す。東証ボーイがまた抜き、それ5、6回繰り返して10ポイントが勝つんですよ。半馬審査ぐらいで。あん時は感動しましたもんね。ほんで、その翌年が問題なんですよ。10ポイントがね。6歳の、あれかはじめね。日経新春杯っていうような、事実なんですけど、正月の後すぐにね、それ出さなきゃいいのに、前年の疲れがあんのにね、馬主は出すんですよ。ほんでね、それも、前年度5歳の時にそういうような総なめ強い勝ち方をしたので、ハンデ半端じゃなかったんですよ。66.5 キロ。66.5 キロですよ。ね。そういう重ねて。ほんでもって、パドック一周してる時なんか雪降ってたんですから。レースの時は小ぶりになったみたいですけど、案の定骨折しちゃいました。10ポイントは。ね。で、それからがもう、僕何回も言ってますけれどもね、もう、普通だったらば安楽死処分にされるところを、もう、ファンの嘆願書がいっぱい集まりましてね、殺さないで、殺さないで。それで3ヶ月、4ヶ月ぐらい生き延びたんですけども、ついに力尽きて、10ポイントは死んじゃうんですよ。ものすごくドラマチックなね、感じするでしょ皆さん。この10ポイントのね、一生って言いますとね。ほんでね、俺が考えるには、よくね、その後亡くなった10ポイントが死んだ後いろんな雑誌でもって、競馬界、サラブレッドにおけるイケメンね、三大イケメンっていうのが出たんですよね。ほんでね、皆さん、1位はわかりますよね。もちろん10ポイント。ね、流星の貴公子。で、2位がね、確かね、東海帝王あたり入ってたんですよ。これ、ずいぶん後の話のね、アンケートですから。ほんで、3位は、サッカーボーイっていたんですよ。ね。サッカーボーイってやっぱりね、栗毛でもってこう、流星の綺麗な馬がいたんですね。で、今で言えば、10ポイント、今のね、タレントで言えば、目黒蓮みたいな感じじゃないで、あとはね、2位のね、東海帝王は、BTS の V かな。で、3位の、これ僕の感想ですよ。でね、3位のサッカーボーイは、平成ジャンプの山田みたいな感じだな。あとね、皆さんもう一頭、あれね、ベスト10には入ってたんですけど、八重の無敵ってね、いましたよね。馬も綺麗だったよね。もう、ベスト3サッカーボーイと、変わんないぐらい綺麗だったかな。ですからね、この10ポイントっていうと僕にとってはもう思い出に残る今でもね、馬ですね。これは実話です。まっちゃんでした。ありがとうございます。